皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。今日は配信者の電卓アプリのセレクタ機能について説明するのだ。この動画はシャープ式の場合ね。行きましょう。セレクタというのはビジネス電卓についているスイッチのことを指すよ。これから行う計算の切り捨て、切り上げや小数点以下の桁数を指定するためのスイッチね。本アプリではスペースの問題もあって直接のスイッチ表示ではなくてセレクタボタンで代用しているよ。ボタンには今の状態が表示されているのね。セレクタボタンを押すとセレクタダイアログボックスが表示されるよ。このセレクタ画面の内容はカシオ式とシャープ式の場合で異なるのね。そうだね。そのためこの動画ではシャープ式のことだけを説明しているよ。カシオ式については別な動画を用意しているのでそちらを参照してくださいね。セレクタの基本的な使い方は小数部桁数指定スイッチで小数点以下の桁数を指定してラウンドセレクタで動作を選択するというものだね。2段階の動作になっているのね。まず小数部桁数指定スイッチで F を選択すると表示できる桁いっぱいまで表示するよ。これはセレクタがないタイプの計算機と同じ動作のことね。この時にはラウンドセレクタは無視されるわ。ラウンドセレクタの5スラッシュ4は四捨五入の動作、下矢印は切り捨て動作、上矢印は切り上げ動作だね。見たままの内容ね。小数部桁数指定スイッチの動きについてラウンドセレクタが下矢印の切り捨て動作の時を例にとってあげてみるね。小数部桁数指定スイッチで2を選択すると小数点以下2桁を生かすことになるよ。下矢印の切り捨て操作を 0.001 の位に適用することになるのね。小数点以下2桁より下が切り捨てられた結果が得られるね。小数部桁数指定スイッチで A のアディングモードというのはどういう時に使うの？ A を選択しておくと小数点キーを押さなくても入力した数値のその2桁に小数点を自動的に付加してくれるんだ。ドル、セントなどの計算をするときに使うことが想定されているよ。小数点以下が2桁で固定されていると分かっている場合に入力を楽にできるのね。日付計算条件セレクタは日数、日付計算ができる局面の時に効果があるよ。画面の造語参照くださいね。型落ちの時は最初か最後の日を計算に含めないことになるよ。両入りは最初と最後の日両方とも計算に含めるね。両落ちは最初と最後の日両方とも計算に含めないね。型落ちの方が通常の感覚に近いと言えるかしら。 GT アンサーチェックスイッチは GT 計算モードとアンサーチェックモードを切り替えるために使うよ。 GT を選択しておくとイクオールキーやパーセントキーで得られる小計を累計のグランドトータルメモリーに加算していくよ。逆にアンサーチェックを選択しておくと計算結果を記憶して次の計算結果と照合を行うアンサーチェック機能が有効になるのね。これらの機能についてはまた別の動画で説明することになりそうだね。実物の電卓と同じように動作するから実物の電卓に関する一般的な解説を読んでもらってもいいかもしれないわね。セレクタ内容はこのダイアログボックスのほか設定画面の計算タブでも変更できるわね。どちらで設定しても連動しているので同じように反映されるよ。以上がこのアプリのセレクタの使い方なのだ。繰り返しになるけれど実物の電卓に関する操作説明のサイトなども参考にしていただけると思うわ。それではまたお会いしましょう。